第7章、イカれたお茶会。その家の前の木の下にテーブルが出してあって、3月うさぎと帽子屋がお茶を飲んでいた。間に山根が座っていたが、ぐっすり眠り込んでいて、他の2人は山根をクッション代わりにし、その上に肘を乗せて頭越しに喋っていた。山根には随分窮屈でしょうに。とアリスは思った。でもまあ、眠っているんだから気にしないのかしら。テーブルは大きかったのに、3人ともその隅っこに牛乳詰めで座っている。席がないよ、席がないよ。アリスが来るのを見ると、2人は声を揃えて叫んだ。席ならたっぷりあるじゃないの。アリスはプンプンしながらそう言って、テーブルの端の大きな肘掛け椅子にどっかり座った。ワインはいかが。3月うさぎが勧めるように言った。アリスはテーブルの上をぐるりと見回したが、お茶しか置いていない。ワインなんてどこにもないじゃないの。と言った。ないよ。3月うさぎが言った。ないものを勧めるなんて失礼だわ。アリスは怒っていった。招かれてもいないのに座るのだって失礼だよ。3月うさぎが言った。あなたたちのテーブルだなんて知らなかったわ。アリスは言った。3人よりずっとたくさんの人のために用意してあるじゃないの。髪を切った方がいいぞ。帽子屋が言った。さっきからずっと興味津々でアリスを見つめていて、これが最初の一言だった。人のことをとやかく言うものじゃないわ。アリスはちょっときつい口調で言った。とっても失礼よ。帽子屋はこれを聞いて目をまん丸にしたが、言ったのはこれだけだった。カラスと書き物の机はなぜ似ている？やった、楽しくなりそう。アリスは思った。なぞなぞが始まったわ。答えられると思うわ。と声に出して言った。答えがわかると思うという意味かい。3月うさぎが言った。そうよ。アリスは言った。なら思うことを言いなよ。3月うさぎが続けた。言ってるわ。アリスは急いで答えた。少なくとも言いたいことを言ってるわ。同じことでしょ。全然違うさ。帽子屋が言った。じゃあ食べるものが見えると見えるものを食べるが同じだというのかい？それなら3月うさぎが付け加えた。もらえるものが好きと好きなものがもらえるも同じだというのかい。それなら山でも付け加えた。寝言を言っているらしかった。眠っているとき息をしていると息をしているとき眠っているも同じだというのかい？お前の場合は同じだろうけどな。帽子屋が言った。ここで会話は途切れ、一同はしばらく黙って座っていた。その間にアリスはカラスと書き物の机について知っていることを思い出そうとしたが、大して思い出せなかった。先に沈黙を破ったのは帽子屋だった。今日は何日だ？アリスの方を向いて聞いた。ポケットから時計を取り出して不安げに見つめ、時々振ったり耳に当てたりしている。アリスは少し考えてから言った。4日よ。2日も狂ってる。帽子屋はため息をついた。だからバターは歯車に合わないって言ったのに。父さんがウサギを怒った目で見た。最上のバターだったんだけどな。3月ウサギはしょんぼり言った。ああ、でもパンくずも一緒に入ったんだろう。帽子屋はぶつくさ言った。半切りナイフで塗るからいけないんだ。3月ウサギは時計を受け取ってしょんぼり見つめた。それからお茶に浸してもう一度見たが、最初に言ったこと以上にうまいことは思いつかなかった。最上のバターだったんだけどな。アリスは3月ウサギの肩虫に興味津々で覗き込んでいた。おかしな時計ね。と言った。何月何日かはわかるのに、何時何分かはわからないなんて。わかる必要があるかい？帽子屋はボソリと言った。お前さんの時計は何年かを教えてくれるのかい？もちろん教えてくれないわ。アリスはすかさず答えた。だって同じ年がうんと長く続くんですもの。俺の時計も全く同じことさ。帽子屋が言った。アリスはひどく混乱した。帽子屋の言っていることはちっとも筋が通っていない。なのに確かに日本語ではある。よくわからないんだけど。できるだけ丁寧に言った。山根がまた眠ったぞ。帽子屋は言って山根の鼻に熱いお茶を少しかけた。山根はイライラと頭を振って目を開けないまま言った。もちろんちょうど俺もそう言おうと思っていたところだよ。なぞなぞの答えは分かったかい？帽子屋がまたアリスの方を向いて聞いた。ダメ、降参するわ。アリスは言った。
答えは何？さっぱりわからぬ。帽子屋が言った。俺もだ。3月うさぎが言った。アリスはうんざりしてため息をついた。答えのないなぞなぞを出すより、時間をもっとマシなことに使ったらどうかしら。お前さんが俺と同じくらい時間殿と知り合いなら、帽子屋が言った。時間を潰すなんて言わないだろうよ。時間様は誰かさんなんだからな。何を言っているのかわからないわ。アリスは言った。わかるわけがない。帽子屋は軽蔑したように首を振った。お前さんは時間殿と話したことがないんだろう。多分ないわ。アリスは慎重に答えた。でも音楽の授業で教師を取ったことならあるわ。ああ、それでガテンが言った。帽子屋が言った。時間殿は叩かれるのが大嫌いなのさ。もし仲良くしていれば、時計を好きなようにしてくれるのに、例えば朝の9時、授業が始まる時間だとしよう。時間殿にちょっと耳打ちすれば、ピュッと時計が回って、1時半、お昼ご飯の時間だ。そうだったらいいのに。3月うさぎがひそひそ独り言を言った。それは確かに素敵ね。アリスは考え込むように言った。でもその時はまだお腹が空いていないんじゃないかしら。最初はそうかもしれない。帽子屋が言った。でも好きなだけずっと1時半のままにしておけばいい。あなたたちはそうしているの？アリスは聞いた。帽子屋は悲しそうに首を振った。俺は違う。この前の3月に喧嘩したんだ。ちょうどこいつが行かれる前にな。ティースプーンで3月うさぎを指しながら。アートの女王が開いた大演奏会の時で、俺はこの歌を歌わなくちゃならなかった。キラキラ光る小さなコウモリ。お前は何をしているの？この歌は知ってるかい？似たようなのを聞いたことがあるわ。アリスは言った。続きがあるんだ。帽子屋は続けた。こうだ。世界の上をひらひら飛んで、悟空のお盆のごとくにキラキラ光る。ここで山根がブルッと身を震わせ、寝ながら歌い出した。キラ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 。いつまでもやめないので2人でつねってやめさせた。まだ一番も歌い終えないうちに、帽子屋が言った。女王が飛び上がって怒鳴ったのさ。こやつは時間を殺しておる。こやつの首をはねよ。なんてひどいの。アリスは叫んだ。それ以来、帽子屋は物悲しい声で続けた。時間殿は俺の言うことを聞いてくれない。いつもの9時のまんまだ。アリスはパッとひらめいた。だからこんなにたくさんお茶の道具が出してあるのね。そうなんだ。帽子屋はため息をついた。いつだってお茶の時間で、間に洗う気縁がないのさ。それで順番にずれていくの？アリスが聞いた。その通り。帽子屋が言った。使ったら次のに移るのさ。でもまた最初に戻ったらどうするの？アリスは思い切って聞いた。話題を変えようよ。3月うさぎがあくびをしながら遮った。飽きてきた。このお嬢さんにお話をしてもらおうよ。あいにく何も知らないわ。アリスはこの提案にちょっとうろたえていった。なら山根の番だ。 2人が揃って叫んだ。起きろ、山根。そして両側からいっぺんにつねった。山根はゆっくり目を開けた。眠ってないよ。しわがれた弱々しい声で言った。お前たちの話は全部聞いていたよ。お話をしてくれよ。3月うさぎが言った。お願い。アリスも頼んだ。早くしてくれ。帽子屋が付け加えた。終わる前にまた寝てしまうぞ。昔々、3人の姉妹がおりました。山根は大急ぎで話し始めた。名前はレルシー、ベイシー、ティリー。3人は井戸の底に住んでいて。何を食べて暮らしていたの？アリスが聞いた。食べたり飲んだりの話にはいつも大きな関心があった。糖蜜を食べて暮らしていました。山根は 1,2 分考えてから言った。そんなことできるわけないわ。アリスはやんわり言った。病気になっちゃう。確かに病気でした。山根が言った。ひどい病気でした。アリスはそんな暮らしぶりがどんなものか想像しようとしたが、あまりに訳がわからなかったので話を先に進めた。でもどうして井戸の底に住んでいたの？お茶をもっとどうぞ。3月うさぎがアリスに真面目腐って言った。まだ何ももらっていないのにもっとなんてもらえないわ。アリスはムッとして言った。もっとの反対はもらえないよ。帽子屋が言った。
何ももらっていないところからもっともらうのはとても簡単だ。誰もあなたの意見なんて聞いてないわ。アリスが言った。今人のことをとやかく言っているのは誰かな？ボウシアが勝ち誇って聞いた。アリスは何と言い返したらいいかわからなかった。お茶とバター付きパンを自分で取ってから山根の方を向いてさっきの質問を繰り返した。どうして井戸の底に住んでいたの？山根はまたり12分考えてから言った。糖蜜の井戸だったんです。そんなものがあるわけないでしょ。アリスはカンカンに怒りかけたが、ボウシアと3月ウサギがちシっとと言い、山根は拗ねていった。礼儀正しくできないなら自分で話の続きを作ったらいいだろう。お願い、続けて。アリスは塩らしく言った。もう口を挟まないわ。一つくらいあるのかもしれないわね。一つくらいだって。山根はプンプンしたが話を続けることにした。そこでこの3人の姉妹はお絵描きのお勉強をしていてね。何の絵を描いたの？アリスはさっきの約束をすっかり忘れて聞いた。糖蜜を。山根は今度は考えもせずに言った。綺麗なカップが欲しい。ボウシアが話を遮に言った。みんな一つずつずれよボウシアはそう言いながら動き、山根がそのとに続いた。3月ウサギは山根の席に移り、アリスはしぶしぶ3月ウサギの席に座った。得をしたのはボウシアだけで、アリスは前よりずっとひどいことになった。3月ウサギがさっきミルクのつにこをお皿の中にひっくり返していたからだ。山根をまた怒らせたくなかったので、アリスはとても慎重に話し始めた。でもわからないの。どこから糖蜜を汲んだの？う。水の井戸から水を汲めるだろボウシアが言った。う。なら糖蜜の井戸から糖蜜を汲めるに決まっているな、おバカさん。でも3人は井戸の中にいたのでしょ。アリスはこの最後の一言を聞かなかったことにして山根に言った。もちろん中にいましたよ。山根が言った。井戸の中だけにどっぷりと。この答えはかわいそうなアリスをすっかり混乱させたので、しばらくの間口を挟まずに山根の話を聞いていた。3人はお絵描きのお勉強をしていました。山根はあくびをして目をこすりながら続けた。だんだんとても眠くなってきていた。何でもかんでも描いたんです。無で始まるものは何でも。どうして無なの？アリスが言った。なぜいけない？ミーツウサギが言った。アリスは黙った。この頃には山根は目を閉じ、うとうとし始めていたが、ボウシアにつねられてキャッと声を上げて目を覚ました。無で始まるもの。例えばネズミ捕りとか、お月様とか、記憶とか、たくさんさとか。ほら、よくたくさんのたくさんって言うでしょ。たくさんさの絵なんて見たことある？そう聞かれるとアリスはすっかり混乱していった。思えない。思えないなら黙ってろ。ボウシアが言った。この無礼はアリスにはもう我慢できなかった。プンとしながら立ち上がって歩き去った。山根はたちまち眠り込み、他の2人はアリスが去ったことにはまるで気づかなかった。一度二度振り返って呼び止めてくれないかと半分期待したが、最後に見た時2人は山根をティーポットの中に押し込もうとしていた。もう二度とあそこには行かないわ。森の中を歩きながらアリスは言った。生まれてこの方最低のお茶会だったわ。そう言った途端、木の一本に中へまっすぐ通じる扉がついているのに気がついた。ずいぶん不思議ね。と思った。でも今日は何もかも不思議だわ。入ってみよう。そして中に入った。またあの長い広間にいた。小さなガラスのテーブルのすぐそばだ。今度こそうまくやるわ。とつぶやき、まず金色の小さな鍵を取って庭に通じる扉の鍵を開けた。それからキノコのかけらをポケットにしまっておいたのだけれど、かじって1フィートくらいの背丈にした。小さな通路を歩いていき、そしてとうとうあの美しい庭に出た。色とりどりの花壇と涼やかな噴水の間に